板野由美さんの家賃200万円豪邸に関する報道とそれに対する指摘を整理しました。報道の内容、セレブ生活の堂々公開。主要な芸能ニュースやテレビ番組では以下のような景気の良い話が報じられました。家賃と物件のスペック。東京港区の一等地にある220平米の 3LDK マンション。家賃は200万円超で購入すれば13億20億円はかからない超高級物件。豪華な内装と設備、47畳のリビング、100万円の特注テレビ台、5つ高の業務用並みキッチン、100着以上のブランド服が並ぶクローゼット、子供部屋の投資、3歳の娘のためにブランコやボルダリング壁など総額70万円の遊具を設置。支払い実態。番組内で夫ヤクルト高橋投手と折半していると発言。また自身が経営する会社の事務所としても使用していると明かした。ネット上の指摘。節税スキームへの疑念。この報道に対し掲示板や SNS では経営者視点の鋭いツッコミが相次いでいます。事務所扱いの妥当性。事務所名義にして節税しているという点に対し、生活感がありすぎるキッチンや子供部屋まで経費にするのは無理があるという声。案分比率への疑問。動画撮影に使うのは一部だけなのに高額な家賃を会社で落とすのは国税が黙っていないのではないかという指摘。社宅ルールの悪用。会社が全額払って本人が安く住む社宅形式だとしても200平米超えは豪華社宅として否認されるリスクが高いという専門的な書き込み。失言への反応。テレビで夫と折半と言ってしまったら会社名義で全額経費にする理屈が通らなくなるという呪縛を心配する声。3つの危なさ。これらの情報を統合すると板野さんの状況は税務的に非常に危ういラインに立っていることが分かります。その一方言と実態の子でテレビで夫と折半事務所として使っていると具体的に語ったことで後から税務調査でいや実はこうなんですという言い逃れができなくなっています。特に折半という言葉はプライベートな居住実態を強く印象をつけるため事業性の主張を弱めてしまいます。その2動画による証拠。 YouTube で公開したルームツアーは税務署にとっての内覧と同じです。子供部屋の豪華遊具やブランドバッグの陳列棚は誰が見ても事業に不可欠な設備とは言い難く、これらが家賃案分の分母生活スペースとしてカウントされる強力な証拠になります。その3豪華社宅。220平米という広さは税法上の小規模な住宅132平米以下を大幅に超えており、内装の豪華さと相まって一般的な社宅の計算式が使えない豪華社宅と判定される可能性が極めて高いです。そうなれば家賃の大部分が板野さん個人への給与として課税され多額の追徴課税が発生する時限爆弾となります。結論として板野さんの戦略はセレブキャラとしてのタレント価値を高める上では大成功ですが、同時に税務署への挑戦状にもなってしまっているという極めてスリリングな状態にあると言えます。では正しい処理はどのようになるのでしょうか。それは案分です。少し詳しく解説します。自宅兼事務所の案分ルール。1、面積比率の計算。基本的には床面積全体に対して仕事専用で使っているスペースの割合を算出します。専用部屋がある場合、書斎や撮影スタジオとして1部屋を完全に仕事で使っているならその部屋の面積平米数を分子にして計算します。これは非常に認められやすいです。共有スペースリビング等の場合、板野さんのようにリビングで打ち合わせをするという場合、その場所は仕事でも使うが家族でテレビも見るという混在した状態になります。この場合面積をさらに仕事で使っている時間で割るなどの調整が必要です。2、使用時間による調整。面積だけで割り切れない場合、時間の概念を持ち出します。計算年。リビング40畳を仕事とプライベートで併用している場合、面積案分家賃の 30% がリビング分かける時間案分週5日1日8時間使用約 24%、 家賃の約 7% の未経費。このように計算すると家賃200万円であってもリビング分として経費にできるのは驚くほど少なくなります。板野さんのケースで節税になると豪語するにはかなり強気な案分例5割以上などをしている可能性がありますが、それは税務署から見れば否認認めない対象の筆頭候補です。3、実態を証明する証拠。税務署にここは事務所ですと言い張るためには以下の資料が必要になります。間取り図。どこを仕事で使っているか色分けしたもの。来客簿会議録。実際に誰がいつ打ち合わせに来たかの記録。コンセントや Wi-Fi の利用状況。仕事用の機材がどれだけ稼働しているか。板野さんの場合 YouTube の撮影を自宅で行っているため撮影スタジオとしての利用は強力な経費根拠になります。ただし動画に映っていない寝室や明らかに子供用であるボルダリング壁のある部屋を案分に含めるのは論理的に破綻しているとみなされます。4、安全圏の理由。多くの税理士が家賃の 20% から 30% 程度を進めるのには理由があります。生活の優先度。どんなに仕事に浮かんでも風呂、トイレ、睡眠、食事と一回切るための時間と場所は削れません。反論の余地。3割程度であればワンルームや 1LDK の自宅でもデスクと PC、 資料棚のスペースとして実態と乖離しにくいため税務署も細かく突っ込んでこないことが多いのです。税務署がとなるポイント。板野さんのケースで最も危険なのは子供部屋の豪華遊具70万円やエルメスのバッグ私物を YouTube の経費小道具代として落としていないかという点です。
これらが家賃案分とセットで調査されると、この家は事業実態よりも個人の贅沢が優先されていると判断され、家賃の案分比率まで厳しく引き下げられるリスクがあります。社宅スキームの壁、自宅を社宅扱いにして節税する方法もあります。しかしこれもやり方を間違えると危険です。板野さんのような経営者が税務調査で追徴課税を受ける代表的な3つの負けパターンを解説します。賃貸料相当額の計算ミス、役員社宅として会社が家賃を支払う場合、役員本人が会社に支払うべき家賃賃貸料相当額を正しく計算する必要があります。もし本人の負担額が少なすぎると判断されると、会社が肩代わりした差額分は役員への給与とみなされます。これにより所得税の源泉徴収漏れとして数年分を遡って課税され、さらに社会保険料も跳ね上がるというダブルパンチを受けます。豪華社宅の認定による全額費用、板野さんの家のように220平米という広さや100万円のオーダーメイド家具、70万円の遊具がある場合、税務署から豪華社宅と認定されるリスクがあります。豪華社宅とみなされると、一般的な社宅の計算式家賃の1割から2割負担は使えません。時価家賃200万円に近い金額を本人が負担すべきとされ、会社が経費にしていた分がごっそり否認されます。これは仕事用ではなく、単なる個人の贅沢だと切り捨てられるパターンです。夫婦での折半実態と契約名義の矛盾、板野さんはテレビで夫と折半していると明かしました。もし契約が会社名義でありながら実際のお金が夫婦の個人口座から動いている場合、税務署はこれは会社の事業のための契約ではなく、個人の居住のための契約を会社名義に借り換えただけ名義借りと判断します。実態が伴わない節税は悪質とみなされると重加算税の対象になり、本来の税額に 35% から 40% の罰金が上乗せされます。まとめ、板野さんのケースで最も危ういのは、テレビや YouTube で私生活の豪華さを強調しすぎたことです。税理士がどれだけ書類を整えても、本人がここは私の家で夫と半分ずつ払っていると公言してしまえば、それが最高のエビデンス証拠として国税に利用されてしまいます。インフルエンサーモロハの件、インフルエンサーや経営者が YouTube で自宅を公開する際、税務調査官がどこをチェックし、どのように生活感を武器に経費を否定してくるのか、その具体的な攻防ラインを解説します。動画の背景にある専用性の否定、税理士がここは撮影スタジオですと主張しても、動画に映る生活の匂いがその主張を崩します。例えばキッチンの冷蔵庫に家族の食材が詰まっていたり、リビングに子供のおもちゃが散らかっていたりすれば、そこは撮影専用のスタジオではなく単なる自宅と判断されます。調査官は動画の四隅に映り込んだ私物を見逃しません。ここは家族団らんの場ですよねと突きつけられれば、家賃案分の根拠が根底から崩れます。資産の公私混同の証拠か、板野さんのように100着以上の私服や壁一面のブランドバッグを公開することは、それらが個人の資産であることを自ら証明しているようなものです。もしこれらの購入費用やメンテナンス代を少しでも会社の経費承代などにしていた場合、動画がそのままして利用の証拠になります。仕事で使っていますという言い訳も、クローゼットに並ぶ膨大なプライベート品の前では説得力を失います。視聴者数や収益との費用対効果、税務署はその豪華な家は本当にその事業に必要かという視点を持っています。 YouTube の収益が月数10万円しかないのに、家賃200万円の豪邸を撮影スタジオとして経費計上していれば、明らかに事業としての合理性を獲得なされます。動画のネタにするためにあえて高い家を借りたという主張も、家賃の全額を認める理由にはならず、むしろ趣味の延長と切り捨てられるリスクが高まります。子供部屋やクローゼットの非事業性、子供部屋に70万円の遊具があるという発言は、その部屋が 100% プライベート空間であることを認めたも同然です。たとえ子供が動画に出演していたとしても、その部屋の家賃や遊具代を経費にすることは極めて困難です。調査官は動画に出る時だけ使っているのか、日常的に遊んでいるのかを問い、後者であれば即座に経費から除外します。調査官の事前リサーチの徹底、現代の税務調査では実地調査の前に YouTube、Instagram、TIKTOK を徹底的に洗うのが常識です。動画内でここは私のお気に入りスペース夫とここでくつろいでいるといった発言があれば全てメモされます。調査当日にここは仕事場ですと取り繕っても、過去の動画での本音の発言と矛盾すれば虚偽の申告とみなされて重いペナルティが課されることになります。まとめ、板野さんのようにセレブキャラで売る戦略は集客にはプラスですが、税務上は自ら包囲網を狭めている状態と言えます。調査官からすれば YouTube は家宅捜索なしで見られる内部証拠そのものなのです。賢いインフルエンサーが行う節税、賢いインフルエンサー経営者が豪華な私生活を公開しつつ税務署の追及をかわすために裏で言っている本当の対策を3つ解説します。賃貸借契約の多重構造と明確な区分、彼らは自宅兼事務所という曖昧な状態を避け、契約段階から工夫を凝らします。例えば同じマンション内に居住用と撮影事務所用の2部屋を別々に契約するケースです。これなら撮影用に使っている部屋の家賃は 100% 経費として認められやすく、税務署も文句が言えません。板野さんのように1部屋で220平米という場合は、間取り図上でここはスタッフ以外立ち入り禁止の編集会議スペースと明確に区切り、そこに仕事専用のデスクや機材、資料棚を詰め込んで実態を作り上げます。撮影日誌と来客記録の徹底した作成、口頭で仕事に使っていますというだけでは不十分なことを彼らは知っています。そのため毎日何時から何時までどのスペースで何の撮影や打ち合わせをしたかを記録する日誌をつけています。税務調査官が来た際、数年分の日誌をドンと提示できればそれは強力な証拠になります。動画の公開日だけでなく
その準備や編集に費やした時間も記録することで家賃案分の正当性を理論武装するのです。衣装や備品のレンタルと中古売却スキーム、ブランドバッグや衣装を会社名義で購入して経費にするのはリスクが高いため、賢い経営者は衣装レンタル会社から借りる形を取るか、あるいは撮影用小道具として会社で購入し、撮影が終わったらすぐに中古市場で売却して、その売却益を雑収入として計上します。これにより会社として一時的に所有したが最終的には個人の所有物にしていないという潔白を証明します。また子供部屋の遊具なども YouTube の企画検証用として期間限定で設置し、終わったら他社に譲渡や販売をする体裁を取ることで個人の贅沢品ではないことを強調します。役員社宅規定の潔癖な整備。板野さんのようなケースで最も重要なのは会社の福利厚生規定や社宅管理規定をガチガチに固めておくことです。役員は会社のために24時間体制で対応する必要があるため、防犯性が高くかつ職住近接のこの物件を会社が指定したという理由少量意します。また会社に支払うべき賃貸料相当額の計算根拠を税理士に作成させ、毎月きっちり給与から転引きしておくことで後付けの節税ではないことをアピールします。 SNS 投稿内容の検閲、プロの税理士がついている場合、投稿前にこの写真は生活感が出過ぎているので経費計上の邪魔になるこの発言は税務上まずいといったチェックが入ることがあります。板野さんが夫と折半と言ってしまったのはおそらく計算外の失言だった可能性が高いですが、通常は会社負担分を除いた分を家族で出し合っているという言い回しを徹底させるのが防衛策です。まとめ、成功しているインフルエンサー経営者は見せる部分は華やかですが、その裏では泥臭いほど細かい証拠作りを言っています。彼らにとって節税は単なるケチな行為ではなく、会社を守るための高度なリスクマネジメントなのです。今回のネット掲示板の CH のコメントは税務実務の観点から見て極めて敵を置いていると言えます。特に家賃案分や社宅スキームの限界について触れている書き込みはプロの税理士が指摘するリスクとほぼ一致しています。なぜ今回のコメント欄が正解に近いのか、その理由は以下の3点に集約されます。1、豪華社宅の基準についての指摘が正しい。コメントにある200平米超えは社宅と認められない可能性や全額経費は無理という指摘は税法上の豪華社宅判定に基づいた非常に正確な意見です。板野さんの220平米という広さは一般的な社宅の有利な計算式が使える。ボーダーライン132平米あるいは240平米の基準において非常に厳しく審査される区分にあります。2、公私混同へのツッコミが論理的。子供部屋の遊具やエルメスのバッグが映る動画を根拠に生活実態があるなら全額経費は通らないとする指摘も正論です。税務署は動画を一時停止してチェックします。掲示板のトイレや風呂は映してないよねという声はまさに税務調査官がプライベート専用スペースを特定する時の視点そのものです。3、本人の発言が最大の自爆であるという認識。最も敵を置いているのはテレビで言わんでええやん折半と言ったら会社名義の理屈が通らないという指摘です。税務調査は実態を見ます。本人が公共の電波で夫と半分ずつ払っていると認めた以上、それは会社が事業のために借りたのではなく夫婦が住むために借りたという強力な証拠になります。この一言で税理士が積み上げた論理的な防壁が崩壊する可能性があるからです。税理士としての総評。今回のネットの反応は単なる嫉妬や畑ではなく、節税のルールを無視してあまりに目立つ形で私生活を事業化しようとすることの危うさを的確についています。板野さんの戦略はタレントとしてのセレブブランディングには大成功していますが、税務調査という観点ではわざわざ自分からここに隠し財産や経費の付けがいがありますよと旗を振っているような状態です。コメント欄の人々が言うように国税がとなるのは冗談ではなく、今後の税務調査の優先順位が跳ね上がったことは間違いありません。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。